こんにちは。南紀白浜の XYZ スペチアーレという開業したばかりのリゾートに泊まっていました。白浜温泉といえば日本を代表する海のリゾートではありますが、人混みを避けて、いや別に今の入り病とは関係なく人混みが苦手なので、山の方へ雫の滝へ立ち寄りました。どうでしょう、このエメラルドグリーンの水の色。すさみ町のすさみ八景に数えられるスポットです。めったに人の訪れることがないような場所ですが、滝ガールたちがお食事中でした。邪魔してごめんね。近くにもう一つ琴の滝というのもあるようなのですが、こちらは駐車場から往復1時間歩くようなので今回は断念。ここに立ち寄る前には大露天風呂のある渡良瀬温泉に立ち寄り湯してきたんですが、この辺りは川湯温泉、壺湯で有名な湯の峰温泉、龍神温泉、奈良の十津川温泉などがあり、立ち寄り湯ができます。温泉好きにはなかなかのパラダイスなのであります。お目当ての宿 XYZ スペチャーレは白浜温泉から車で15分ほど離れた椿温泉というエリアにあります。海に突き出した断崖絶壁に立っています。玄関前にはロールスロイスがいますね。これはお宿の車で白浜空港までお客さんの送迎に使う予定にしているそうです。戸を開けるといきなりぶっかましてきました。フェラーリ458スペチャーレ。ネットで調べてみると、サーキット走行に特化した特別なモデルなんですね。宿の名のスペチャーレももちろんここから来ているっちゅうわけです。それにしてもミッドシップはセクシーです。僕らがよく乗る乗用車は重いエンジンが前の方にあります。それに対してミッドシップエンジンは基本2シーターで、そのシートのすぐ後ろにエンジンがあります。スポーツカーにとってはいいことずくめなんですが、それ以上にこのスタイリングが猫科の肉食動物みたいで、まさに走るためのスタイリング。オープンマニアでフロントデスクはもうフロントとしては使えないくらい花で埋め尽くされています。いえ、でも実はそれ全然問題ないんです。その話はまた後ほど。すっかり赤い花馬に気を取られてましたが、スタッフに案内されて部屋に向かいます。屋根のある通路でつながっているので、見た目には分かりづらいですが、すべての棟は独立して立つコンクリート打ちっぱなしの離れになっています。いわゆるリノベ物件ではなく新築で、海の景色を壊さない平屋建てというのが好感が持てます。このスペチャーレという宿はいきなり登場したわけではなく、ここからもう少し奥に入ったところに XYZ プライベートスパ&リゾートという宿がありまして、そちらがスペチャーレの前身です。海が目の前の立地で、浜の番屋がコンセプト。全室に露天風呂付き。しかも割とリーズナブルな料金ということで大人気となったわけです。海を見下ろすロケーションのこのスペチャーレは、その XYZ の高級志向版といったところでしょう。まずはルームダイニングに通されます。こういうスタイルは全く初めてですね。フロントは使えなくても大丈夫と先ほど言ったのは、チェックインはここのルームダイニングで行うからです。この先はこちらから呼ばない限りスタッフも入室しない完全なプライベート空間。部屋はかなり広々の84平米。わかりづらいと思うので畳に換算してみると46畳分です。これにはルームダイニングや露天風呂も含まれているので、それらを差し引いてみても多分30畳分ぐらいはあるんじゃないかなと思います。一般的にホテルでは24平米もあればツインでも割と余裕があるねって感じます。なのでここはもう一軒家のゆとりです。まさにこれ僕が昔憧れた広いリビングのある家です。スタッフとの接触はありますが、廊下に出なければ他のお客さんと一切顔を合わせることもありません。到着時からエアコンがしっかり効いていて快適です。そしてこれが世界のどこを探してもないだろうと言われている、いや、全身の XYZ 以外にはない開閉式の露天風呂です。ここから青い海が現れる嬉しさたるや、連れのニヤニヤが止まりません。ここまでは他の部屋と同様と思われますが、
しかしこの離れはスペシャル中のスペシャル。断崖絶壁に設けられたプライベートオーシャンデッキです。60平米あります。家もう1軒分ですね。パブリックスペースではありません。自分の部屋のプライベートスペースです。もう飛び抜けちゃってますね。他の部屋からはもちろん、宿の外からも見えないような配置になっています。なんというかもう超高級別荘に泊まりに来ている気分。一通り興奮し終わったのでそろそろお風呂へ。これは巨石をくり抜いたお風呂で、入っていてもかなりがっしりとした感じがあります。そして少し硫黄の匂いのあるお湯がめちゃめちゃいいんです。アルカリが高めなのでしょう。古い角質を溶かして肌がヌルトルになるやつです。源泉は敷地のすぐ横。湧出温度が低めだそうで循環と加温はあるようですが、十分に温泉の良さを堪能しました。テラスにある椅子はオーナーがデザインしてバリの家具職人に作ってもらったそうです。車好きのオーナーだけあってどことなくランボルギーニのフォルムを思わせます。こちらはトイレとシャワーブースと洗面所。分かれていた方がいいという方もいて当然ですが、南国リゾートの開けっぴるな感じが僕は好きです。シャンプー類は僕は皆目わかりませんが、良いものなんでしょうかね。いい香りがしてましたよ。日が傾いてまいりました。夕食の時間です。料理はこのルームダイニングでいただきます。料理は日本料理の鈴木さん、フレンチの渋谷さんの2人が協力して作るそうです。そして注目は鹿児島の天空の森で料理長を務め、僕の大好きな霧島温泉の2人静かでも腕を振るっていた橋本シェフが料理顧問についていることです。この牡蠣のテリーヌってやつがめちゃうまでした。アボカドの旨煮。見た目は洋風だけども実は和の出汁がベース。貝柱のマリネ。枝豆のポタージュ。美しく盛られたお作り。白く泡立っているのはなんと醤油なのです。タイのポワレでしょうかね。ピリ辛の味付け。和牛のステーキはこれかなり好みのお肉で、どこの部位かはわかりませんが、昔食べた希少部位のイチボを思い出すなぁなんて食べてました。アイディア賞をあげたくなったのがこれ、メハリピラフ。ピラフが高菜にくるまれてる。要はこの地方の郷土料理、メハリ寿司のピラフバージョンなわけですが、驚くのはその味の方。こんなにマッチするとはかなり意外でした。残りの半分はひつまぶしの要領で番茶をかけて味の変化を楽しみます。デザート。夕食後、ぜひテラスから外を見ててくださいというので待っていると、レーザー光線と海の音のコラボですね。映像では分かりにくいですが、レーザーが果てしなく遠くまで飛んでいます。全室から見れるそうです。その後は月明かりの下で心静かに温泉へ。おやすみなさい。おはようございます。露天の朝風呂で始める一日、気分いいです。食事はネパール人スタッフが運んできてくれました。
日本語お上手ですねと言うと、いえいえまだまだですって、それって日本人以上に日本的なマインドなんですけど、と僕らはほっこりしたのでした。ここではその他にも数名の外国人スタッフが働いていました。まだそんなに接客に慣れてはいない様子ながら、一生懸命頑張っているのは伝わってきます。もし泊まりに行かれる方がいらっしゃれば、彼らを応援する意味でもたくさん話しかけてあげてくださいね。チェックアウトの時間です。贅沢な思いをさせてもらいました。チェックアウトも例のルームダイニングで済ませてしまいます。ですので、フロントは素通りのため、他のお客さんと顔を合わすこともなさそう。海は理屈抜きに楽しい。一体どれだけ温泉に浸かっていたか分かりません。日中、夕暮れ、宵、夜中、明け方と断崖から見下ろす海の青、空の色はその度に初めて見るような色をしていました。一日過ごしてみて、この宿は時代の先を行っているかもしれないと思えてきました。今回の流行り病は人々の生活を大きく変えてしまっていますが、そんな中にあってお客さん同士の接触をゼロにできる宿というのは大注目です。ありきたりを脱出したくなったら、紀伊半島の先端にある尖った宿へまた旅に出ることにしましょう。願わくは赤い羽馬で乗り付けたいものです。